紙で作る桜の花ですね。こちらの作り方を、ご紹介していきます。作り方をご紹介する前に、今回モチーフにする桜は僕の近所で咲いていた桜の花をモチーフに作っていきます。なので作ってみたい桜の品種に合わせて、使用する画用紙の色を変えていただければと思います。それでは作っていきます。この画用紙は幅が2センチ、長さの方はお好みの長さのものをご用意ください。色はピンク色ですけれど、薄い感じの色のものを使用します。まずはこの画用紙を半分に折ります。半分に折ったら型紙の方を作っていきます。型紙用の紙なのでどのような紙でも問題ありません。今回は折り紙を使っていきます。まずこの紙を1箇所折ります。1箇所折りましたら、ここに下書きを書いていきます。下書きについてはこのような形のものを作っていきます。まずは定規を当てて、高さの方 1.6 センチをまず書きます。全体の3分の1あたりのところ、ここに定規を当てて、折っている部分からだいたい6、7ミリあたりに印を書きます。印を書いたら、あとは花の半分、花びらの半分を書いていきます。このような形のものを書きました。次にこれをハサミで切ってください。切りましたら、今回はこれを型紙として使っていきます。次に先ほど折った画用紙を使っていきます。先ほどの型紙を画用紙の折れ目側に当てます。当てたらこの画用紙を開いて、型紙の折り筋と画用紙の折り筋がまっすぐ合う状態にします。折り筋がまっすぐ重なっている状態で下書きを書きます。下書きを書きました。半分で大丈夫です。次にこれをもう一度半分に折って、この状態でハサミで切ってください。ハサミで切りますと、このような形のものが出来上がります。この花びらを合計で5枚作ってください。花びらの方を合計で5枚作りました。そしたらこれを加工していきます。こちらは100円均一などで売っているジョイントマットを切ったものになります。このジョイントマットの裏の方、クッションになっている部分を使います。そしてあとは鉛筆のこちら、丸くなっている方を使用します。花びらをマットの上に置いて、鉛筆の丸い部分を当てて少しばかりカールさせます。少しばかり器のような感じでカールさせました。若干奥行きがあるような感じになってます。これを残りの5枚も同じように行ってください。残りも同じように加工しましたら、今度は額辺を作っていきます。この画用紙は幅が2センチ。長さの方はお好みの長さで大丈夫です。ちなみに色は紅梅色というものを使っています。これで額辺を作るのですが、まずは型紙の方を作っていきます。型紙に使用する紙は3センチ以上の正方形の紙をご用意ください。まずはこの紙をひし形に向けて三角に折ります。三角に折ったらまた半分に折ります。折ったら開きます。開いたら上の紙、手前1枚ですね。これを下中央に向けて折ります。折ったら開きます。開いたら今折った折り筋に合わせて上の部分をまた手前に向けて折ります。折ったら開きます。開いたら真ん中の折り筋と先ほどつけた折り筋を合わせるように下の方に持ってきて、先ほどの折り筋同士が合うところで上の部分を折ります。折ったら開きます。次に縦のこの折り筋、この折り筋の下の部分を起点に、最後に折った端の方、左端の方に下の辺の部分が来るように動かして、そして右の方を折ります。折ったら裏返したら右の辺の方を左のこっち斜めの辺の方に向けて動かして、そして折ります。次にこれに下書きを書いていきます。定規を折り紙の真ん中に当てて、下から
8ミリあたりに印を書きます。印を書いたら、ゆるーく弧を描くような、カーブするような感じで下の方に向けて線を描きます。書き終わりのところの幅がおおよそ3ミリ程度になるかと思います。あとはこれをハサミで切ってください。ハサミで切ったらこれを広げます。開くとこのような感じのものが出来上がります。そしたら次に画用紙の方を使っていきます。この画用紙は幅が2センチ、長さの方はお好みの長さで大丈夫です。色は紅梅色を使用しています。まずはこの画用紙を半分に折ります。半分に折ったら花びらと同じように型紙を当てて、型紙を当てたらこれを開きます。開いたらこの状態で下書きを変えていきます。真ん中の折り筋が重なっている状態で、下書きを変えてください。下書きを書きました。書いたらまた閉じて、この状態でハサミで切ってください。ハサミで切りました。こんな感じのものを作ります。この状態ですと縦に折り筋が1箇所入っているので、向きを変えて、この状態でまた半分に折って折り筋をつけます。折ったら開きます。開いたらまた向きを変えて、また半分に折ります。折ったら開きます。次に1箇所切れ込みを真ん中に向けて入れます。切れ込みを入れたら向きを変えて、この切れ込みを入れた辺のところからもう片方のへこんでいる方に向けて、ハサミを入れて1箇所切ります。切り込みを入れて1箇所このように短い部分がありますので、ここにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら反対側の方に向けて貼り付けます。このように五角形のものを作ります。次にこの五角形のものを千枚同士、先の尖っているものと先ほどのジョイントマットで加工します。へこんでいる側を自分の方に向けて、中心の部分から先端に向けて尖っている部分でなぞります。ちょっとわかりにくいですが、折れ筋のような線をくっつけました。これを残りのところも同じようにやっていってください。5箇所すべてに線をつけたら、先端の尖っている部分を指でつまんで、この状態で先ほどつけた線をですね、やや押し込みながら、尖っている部分が谷折りになるように指で潰します。こんな感じで潰しました。これを他のところも同じようにですね、潰して谷折りにしていってください。他のところも同じように潰しました。次はおしべの方を作っていきます。この画用紙は1センチ幅の画用紙になります。この画用紙を端の方からハサミで切り込みを入れていきます。おおよそ1ミリ程度の切れ込みを1センチほどの長さに入れました。奥の方は2、3ミリ程度を残していただければと思います。1センチ幅ほど切れ込みを入れたらこれを切り落とします。次にこれを丸めていきます。丸めたら末端の方にボンドを塗って貼り付けます。次に花椒灯という部分を作ります。先ほどと同じ1センチ幅の画用紙を使います。こちらの画用紙の末端から3センチほどのところに定規を当てて、そして画用紙を真上に引き上げます。これによって画用紙はこのようにカールします。一度カールさせたら真上ではなく、さらに定規側の方に向けてこのように角度を上げて引っ張ります。これをもう一度行います。これによって画用紙が強くカールして柔らかくなります。次に先端カールさせた部分を、2センチ程度の長さで切ります。切ったらこれを細い筒状に丸めます。丸めたら端っこの方にボンドを塗って貼り付けてください。このように小さい筒のものを作りました。次にこれをおおよそ7ミリほどの長さになるように切ります。切ったらこの切り口の部分がまっすぐなので、これを斜めになるようにこのように切っていきます。このような感じで斜めに切りました。次はですね、花柄という、花の軸のような部分を作っていきます。この画用紙は横が 4.5 センチ、幅が5ミリになります。まずはこの紙を半分に折ります。
半分に折ったら、折った部分が開かないように、この中の方にボンドを少し塗っていきます。塗ったら閉じて貼り付けます。貼り付けたら、これをまたさらに半分に折るのですが、ちょっと折りづらいので、また千枚通しなどの先端が尖っているもの、これを使っておおよそ真ん中あたりに、線を引いていきます。線をつけたらこれを半分に折ります。綺麗な半分にならなくても大丈夫です。少しばかり V 字になるような形になるかと思います。続きまして、鱗片という部分を作っていきます。鱗片は枝から軸が出てくるところにあるものなんですが、葉っぱと同じ黄緑色のものだったり、僕が今回撮影した桜は、花びらと同じ色でしたので、花びらと同じ画用紙を、使っていきます。まずは型紙を作っていきます。額縁を作った紙の余りの部分でいいと思います。どこでもいいので切っていただいて、この折っている部分ですね。ここに下書きを書きます。長さの方はおおよそ1センチぐらいで大丈夫です。上の部分がちょっとギザギザしていて、細長くて下の方が尖っているような感じで書いてください。はい、このような感じで書きましたら、あとはハサミで切ります。はい、ハサミで切りました。でこれを広げますと、こんな感じのものを作ります。そしたら先ほどの画用紙を使います。まずはこの画用紙を半分に折ります。半分に折ったら先ほどの型紙を折っている側に当てて、このように型紙を当てたら、画用紙の方を開きます。開いたら真ん中の折り筋を合わせている状態で、下書きを書いていってください。下書きを半分書いたら、半分に折って、そしてハサミで切ってください。はい、ハサミで切りました。こんな感じのものを作ります。次にですね、これをまたジョイントマットを使って、花びらと同様に鉛筆の丸い側で押し込んで少しカールさせます。はい、このような感じで少しばかりカールさせました。これを合計で2枚か3枚作ってください。合計で2枚作りました。あとはこれら作ったものを、貼り付けていきます。まずは額辺に花びらを貼り付けていきます。額辺のこのへこんでいる部分、ここに花びらが来るようにします。でこれを裏返しますと、へこんでいる部分のちょうど真ん中あたりに花びらの真ん中の折り筋が来るように貼り付けます。花びらの出っ張っている側の先端の方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら額辺の裏側を見ながら花びらを貼り付けます。裏側の方はこんな感じで表の方にしますと、額辺の中央のところに花びらの先端が来るようにしてみてください。ボンドがしっかり貼り付いた後に次のものを貼っていきます。ボンドが貼り付いたらもう1枚も貼り付けます。同じところにボンドを塗って、そしてまた裏の方を見ながら花びらを貼っていきます。こんな感じでですね、残りの3枚も同じように貼ってみてください。花びらを5枚貼り付けましたら、今度はおしべを貼っていきます。おしべの切れ込みを入れているところを指で開いて、開いたら指でつまんで、切れ込みを入れた真ん中あたりで曲げます。はい、こんな感じです。これを他のやつも同じように曲げていきます。はい、こんな感じで曲げました。曲げたら切れ込みを入れていない側にボンドを塗って花びらに貼り付けます。この時に花びらを横にして、花びらとおしべがですね、できるだけまっすぐになるように、角度の調整をしてみてください。あとはボンドがしっかり貼り付くのを待ちます。おしべの方が貼り付いたら今度は花椒糖と花柄の方をやっていきます。花椒糖の斜めに切った方と、切っていない側があると思いますが、この切っていない側にこの軸の方が、差し込むことができるかを確認してください。もしも差し込めなかった場合は、斜めに切った側、こちらを縦にですね、切れ込みを入れていただいて、後で軸の方が貼り付けられるようにしてください。確認ができましたら、花の方を裏返して、斜めに、花椒糖の斜めに切っていないまっすぐな方、こちらにボンドを塗ります。
あとはこれを額辺の中心の部分に貼り付けます。貼り付けた際に、この歌唱塔もまっすぐになるように、花びらの真ん中の折り筋とまっすぐになるように、向きを変えて確認をしていってください。あとはボンドがしっかり貼り付くのを待ちます。ボンドが貼り付いたら軸の方を最後は差し込んで、差し込んだらこの差し込んでいる部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったらこの部分がしっかり貼り付くのを待ちます。ボンドの方が貼り付いたらこれで花の方は完成になります。あとは同じ形のものを、2つ3つ作っていただいて、軸の先端の部分をボンドで貼り付けます。軸の方がまっすぐなのでこれを曲げていただいて、そしてお好みの位置にボンドを塗ってください。ボンドを塗ったら先端の部分に貼り付けます。はい、こんな感じでボンドが、貼り付くのを待ちます。ボンドが貼り付いたら最後にこの部分にまたボンドを塗って、そして鱗片の方を貼り付けます。貼り付ける方はへこんでいる側ですね。これを貼り付けます。次に反対側にも同じようにボンドを塗ってで貼り付けます。ボンドがしっかり貼り付いたらこれで完成になります。鱗片の方を貼り付けた後にですね、他の動画でご紹介している画用紙で作る枝ですね。こちらに差し込んで貼り付けることによってこのような作品を作ることができます。この枝の作り方につきましては動画の概要欄または終了画面からアクセスしていただければと思います。ちなみにコピー用紙で作ったのがこちらになります。今回作ったものは長さがだいたい17センチから18センチぐらいですね。そして枝出しの方は結構短めで2センチぐらい。一旦長いものを作った後に不要な部分を切ってこのような短めにしています。あとはこの部分に縦に切れ込みを入れて、そして作ったものを差し込んでボンドで接着することで作ることができます。飾りの用途に合わせて作ってみてはいかがでしょうか。それでは今回はですね、画用紙で作る桜の花の作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。